ますということで、動画アップされる頃っていうのはもう年末で、やっぱり街もテンション上がってきてるから、そのテンションに負けないように俺たちもそれをやっぱり皆さんにお伝えしていかないと、ぜひですね、駆け出しの YouTuber なんで、これからですね、本当に頑張っていこうと思ってますんで、皆様のご協力をですね、チャンネル登録をしていただくことでお願いできればと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さあ今日は分かっちゃった。分かんない。中華でもなくラーメンでもなく、俺が昔やってたショーよ。バソ？そうですよ。バソ？今日はですね、東京の日本そば5000ということで、先輩好きっすよね。俺ね、お蕎麦大好きなの。麺類がとにかく好きで、実はこれ、新しい視聴者の皆さん知らない方も多いと思う。絶対知らない。知らないよね。絶対知らない。知らない方すっごく多いと思うんですけど、実は僕昔神田でですね、15、6年前に実は神田でお蕎麦屋さんをオープンしてしまったというんです。それオープンしてしまった。オープンしてしまったんですよ。味噌の人のとこっすよね。そう、今の現味噌の小神田店がある前はですね、あそこはそば作辻田というですね、ダッサい店名だね今考えたら。いや、それでね、俺神田って蕎麦屋さんの聖地だってことを知らなかったわけ。それで神田になんと蕎麦屋さんを出してしまって、そしたらお客さんに「よくこんなところでやったね」っていろんな方に言われて、で俺最初分かんないから「何がですか?」みたいな「ね、ラーメンやってるんで近くでやっただけですよ」って言ったら「神田って蕎麦の聖地だよ」って言われて、そんなことも知らずに26歳だったから、まあ若さでね勢いでやってしまったっていう。でも俺はもうその頃からそれくらい蕎麦が好きだったということで、それではまず1軒目でございます。中目黒にあります、東京土山人さんでございます。知ってる？超有名店じゃないですか。有名だよね、ここは。ここの有名なのはですね、まず夏の風物詩と言っても過言ではないぐらいの冷やしすだちそばですよ。もうすだちがきれいにスライスしてあるすだちがブワーッとこうそばの上に浮かんで、そしてこう運ばれてきた時にすだちの香りがプワーッと俺の前に広がる、あのすだちの清涼感たるものや。もうそのすだちの香りを嗅いだだけでもうよだれがジュワーってもう出てくるわけですよ。そのよだれを俺はって飲み込むのが大変で、そのよだれを飲み込みながらあのそばをって食べた時の俺の背中から親父に対するこのオーラ、バコーンと「親父!」って「俺もすだち大好きだぜ!」って「俺のつけ麺もすだちをしよう」すだちをしちょっとおかしくなっちゃってる。おかしくなっちゃってる。じゃあだけど俺のつけ麺もすだちを絞って食べるわけじゃん、それくらい俺はすだちが好きなわけよ。そうですよね。でしょ？土山人さんのすだちそばを見た時、俺一回自分のラーメンにすだちスライスして乗せてみたもん。でもやっぱりラーメンではああはならなかった。なるほど。そして土山人さんのさらに素晴らしいのが、関西出身なんですよ。だから東京は東京土山人でついてるんだけど、関西出身だからあそこの出汁の引き方実は関西風で引かれてるんです。でその証拠にだし巻き卵あるでしょ、だし巻き卵が実は関東風と関西風と2種類のだし巻き卵を比較できるっていう。多分ね、東京ではあそこぐらいしか俺知らない、そんな比較ができるだし巻き卵が置いてあるお店って。そしてこれからのこの寒い時期にそのだしを楽しめる俺がおすすめの2品っていうのがある。これは鴨南蛮となめこそばです。これがねまた関西風の引いただしで食べるとものすごく美味しいよ。なるほど。そして素晴らしいのがこう一杯飲みながらやれる蕎麦屋だから、お刺身も美味しいし、あとニシンの煮たのがあるのよ。これがまたうまいのよ。でしょ？でそれとだし巻き卵とか楽しみながら最後に締めで蕎麦を食べて帰れるっていうね、素晴らしいお店なんで、ぜひこの東京土山人さん行っていただきたいと思います。はい、ということで1軒目は東京土山人さんでした。はい、2軒目浅草にあります門万さんでございます。以前は浅草店は別のところにあったんだけど、今最近移転して綺麗にね、なってしょっちゅう行くんだけど、やっぱりですね極太のこの小指ぐらいの太いね、そばのようなうどんのようなそばなんだけど、そば界の二郎と呼ばれてるねお蕎麦屋さんなんですけども、俺はねお客さんのほとんどが冷や肉っていう商品を
頼むんですけどね、冷や肉の大、通称冷や大っていう、この冷や大に普通に乗ってるのが短冊に切ったネギと豚肉が乗ってるんですけれども、さらに俺は冷や大を頼んで、そこにネギと肉をさらにトッピングしてまず来ますと。もう行く前から俺は口の中は門真になってるわけですよ。それでまず着きましたと。で冷や大肉ネギ増しでっていうこういう感じで頼むわけですよ。そして来ましたと、そこでまず来たらまず様子を見る。様子を見る？なんで様子を見るの？丼の様子？様子見んの？いやいや、だから朝から食べたかったこの商品をまずやっと来たかと。なるほど。やっぱこの冷や大を征服した感じになるわけですよ。お前に会いに来たぞ。そうそこで満足した感じになって、まず一回満足すると、親父をちらっと見る。僕のあれそうだよ、親父をちらっと見る。親父ありがとう。大事大事大事だ。大事なんだって。俺はこうでこうちらっと親父見て、親父ありがとうって言うの。そしていただく。でまず一口、二口、ガバッといただいて、3分の1ぐらい食べたら俺は大量に七味をバッサーッとかける。あれ七味大量にかけないとダメ。辛さじゃないんです、皆さん。あの七味は香りなんです。香りのある七味をバッサーッとかけて、そしてさらに食べ進むと。そして俺は結構白 T 着てることが多いから、ここにこう跳ねないようにティッシュをこの辺に入れながらどこの芸人さんだろうみたいな。そうだけど俺はそれで食べ進むと。そしてごちそうさまでしたって言ってお金を払って外に出ると、まあすがすがしい気持ちになるわけですよ。もう満足感、俺生きててよかった、今日門真さん食べて本当によかったみたいな気持ちになって門真さん後にすると、ということで俺は2軒目に浅草の門真さんを入れさせていただきました。そして3軒目でございます。これは絶対に外しちゃいけない、神田にあります松屋さんでございます。ここ知ってる？もうだってもう店の前に立った時にさ、歴史が違うなって感じするじゃん。ちなみにあの店は明治17年創業ですね。約130年の歴史があるお蕎麦屋さんですよ。まあ諸説ありますが、一応やぶそばさんとかもいろんななんとかさんもいろんなところで修行された集大成が今の松屋さんの味になってるっていう。でやっぱりここのね、ちょっと他の老舗のお蕎麦屋さんとは違うなっていう、ポイントとしてね、きつねそばとかたぬきそばとか、その天ぷらそばとかあるんだけど、それがね本当にね絶品なの。普通そこにあんまり力入れてるとこってないんだけど、そういうなんていうのかな、普通の盛りそばとかね、いわゆるざるそばみたいなそば以外にもものすごく力を入れてて、そしてなんといっても名物はカレー丼ですよ。カレー丼なんですよ。これ人気なんですよ。これ老舗のお蕎麦屋さんでなかなかああいうカレー丼出してるお店ってなかなかないから。あそこはね、そういう意味でもやっぱり手を抜かないね、素晴らしい仕事をされてるし、建物を一つこう見に行くっていうだけでもまた一つの、あそこで食べてるってなんか嬉しいっすよね。食べてる自分の姿がいいじゃんね、いくら太ってても。今ねちょっと腹引っ込めちゃった自分が恥ずかしいけどということで3軒目は神田の松屋さんでした。4軒目でございます。明治神宮前にございます玉笑いさんでございます。お前ね、玉笑いさん知らないの？なんとこの玉笑いさんはミシェラン一つ星でございます。お蕎麦屋さんで？そしてここのそば粉はですね、源そばの最高峰と言われる日立秋そばを使用しております。そういう茨城県のね、そういうところがあって、有機栽培に近い、有機栽培ではないんだけど有機栽培に近い育て方で育てられたそば粉を使用していると。俺がそば屋さんやった時も実は石臼で弾いてたの知ってる？あれ三塚さんっていう会社の石臼なんだけど、その三塚さんの石臼がまた素晴らしいわけ。やっぱ俺らはいろいろ調べた結果、やっぱ石臼は三塚さんの石臼が最高峰だと思ったよね。でやっぱり玉笑いさんも、俺が言うのもおこがましいけど三塚さんの石臼を使ってそば粉をひいていると。そしてそば粉ってお前見たことないと思うんだけど、周りに黒い殻みたいなのがついてる。そこも入れて一緒にひいてるのね。でそこを入れることによってそばの香りが立つわけですよ、より。でもさ、だとしたら他のお蕎麦屋さんもやればいいじゃんと思う。その黒いところも入った粉を入れて
手打ちするっていう技術がまた難しい。そうだからなかなかそこは入ってないしやれないと。だけどこの玉洗さんはそこまで入れてやってらっしゃると。素晴らしいでしょ。ちょっとね行ってみたくなるでしょ。それでもうそばの香りがすごいからちょっと一緒に行こうよ。わかりました、うんはい、ここで食べる、はい、これからの時期おすすめは、はい、熱盛せいろです。溶いた卵にですね熱いつゆを入れて食べるせいろなんです。絡むでしょ。これがねまた絶品なんだよね。あったかいところからお蕎麦を食べるわけじゃん、はい、何が違うか。あったかいから蕎麦の香りが立つわけですよ。より蕎麦の香りを楽しめると。香り好きっすね。お前さ、蕎麦はやっぱり香りと喉越しだから。まあ、昔よく、お前蕎麦どうやって食うんだ、ちょっとやってみろ、こうやって、アマチュアアマチュアとか言って、3センチぐらいしかつけるんだとかよく言っちゃってごめん、多分今聞くとそれ恥ずかしいよく言ってますね。恥ずかしいからやめてくれ。お前アマチュアだなそれ蕎麦屋によるからそうなんだ。そう、まあということで、まあ4軒目は、明治神宮前にあります、玉洗さんでした。そして5軒目上野にあります沖縄さんです。ここのおすすめは、ネギせいろ。ネギせいろ、これがおすすめなんだけど、これ普通にこうなんか盛りそばみたいなこうざるで食うでしょ。そしたらこっち側にイカのゲソ天とネギが入ってる、短冊切りになったネギが入ってるの。それもね聞いただけで美味しそう。うまそうでしょ。こっちにさあったかいおつゆに、そのイカの天ぷらの油も入ってるわけじゃん。だからつけ麺みたいな感じなのよ。だからお蕎麦なのにパンチがあるっていう。なるほど。だけどお蕎麦だから優しい感じもするっていう、そのパンチと優しさ、つまり飴とムチみたいな、そんな感じが楽しめるお蕎麦屋さんで、なんとこの沖縄さんの創業は明治30年って言われてる。だからさっきの松屋さんとそう変わらない歴史があって、だからねあれはねラーメン屋さんやってる人間もちょっと食べてみたら、20年30年だったら、ラーメン屋も創業100年っていうところが出てくるのかな。出てくるだろそれは。そういう時代になっちゃう。そうだよ。そう。ちょっと想像つかないですね。でしょ。だからこのラーメン屋さんもぜひねこの沖縄さんを食べに行って、あ、こういうところからつけ麺ってきたのかなって、まあ分かんないよそれは。なるほど。ルーツをたどるっていうかね、そういう意味でもぜひね、イカのゲソが入ったこれは分かんないけど、もしかしたらつけ麺の原点かもしれないみたいな食べ物だから、ぜひね召し上がっていただきたいと思います。まあそんなことで、本日はですね東京のお蕎麦屋さん5選ということでやってまいりました。まあここまで見ていただきましてありがとうございました。参考になったとか面白かったとか食べに行ってみたいと思った方はぜひですねコメントとか高評価、そしてチャンネル登録の方も忘れずにしていただければと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。本日は東京のそば5選でした。ありがとうございます。